皆さんこんばんは。手帳の時間です。今日はどんな一日でしたか？一日が終わる頃になると、体は疲れているのに、頭の中だけ動き続けていることがあります。やり残したことを思い出したり、明日の予定を考えたり、なんとなくスマホを見続けてしまったり、そのまま眠る日もありますが、今夜は今日やりたかったことをいくつか机に並べてみることにしました。新しい文房具を買った日は、すぐに使うものとしばらく眺めていたいものがあります。全部をすぐに開けなくても、どんな場面で使おうかなと考えている時間が楽しいです。使い道が決まっていないものも、今すぐ答えを出さなくていいし、ただ眺めているだけで心がときめきます。夏が待ちきれなくて思わず買ったひまわりのシール、子供の誕生日に使いたくて選んだおはじき型のシール、手帳の小さな作業が少し楽しくなりそうで、前から気になっていたピンセット付きのハサミ、こうして並べたり触ったりするだけで、まだ使ってないのにこれからの時間が少しずつ見えてくる気がします。母への連絡はいつもならスマホで済ませることが多いです。すぐに届いて便利ですが、今夜は手紙を送りたくなりました。母が LINE の絵文字でよく使っているスタンプの優しい雰囲気のイラスト、メモ帳やフレークシールを初めて見たので買ってみました。これを手紙と一緒に送る予定です。この時間が好きで、夜にスマホを置いて誰かのために静かに文字を書くのが、私にとっての夜のリセットになっています。書き終えた後、何とも言えない満足感があって、送る前からもう気持ちが届いた感じがする。一緒に文房具を入れると、手紙がもっと開けたくなるものになる気がして、準備する時間が幸せに感じられます。大きな贈り物じゃなくても、これは好きそうだなと思った時に、気持ちごと渡せたら、それで十分なのかもしれません。文字はうまく書かなくても、思い出したことを書けばいい。長く書かなくても、短い一言でもいい。
思議なことですが、誰かのために何かをする時間は逆に自分を癒していくのだと思います。こちらは自分用に選んだグリーンの台紙のシール。封を閉じる1枚はこの中から選びました。新しく買ったピンセット付きのハサミで小さなシールをそっと挟んで封筒に貼っていきます。手紙を書き終えたところで少し喉が渇いたのでお茶を入れることにしました。お湯が沸くのを待っている間、書き終えた手紙をもう一度見ていると、今日一つ大切にしたかったことができたような気がしました。次はパレットジャーナルに今日のことを少しだけ記録しておきます。昔は自分の一日には記録する価値がないと思っていました。やったことよりできなかったことばかりを見ていたからだと思います。でも手帳はもっと自由です。予定やタスクを書くことが多いですが、最近は今日自分が大切にしたいなと思うことも残したいと思うようになりました。ささやかな出来事、明日には消えてしまうかもしれない感情、小さいけど気になること、どれも大きな出来事ではありません。けどこうした小さな選択が今日という日を作っていたことは確かです。できなかったことを数えるだけではなく、自分が何を選び、誰を思って過ごしたのか、それを一行残すだけで、何でもないと思っていた日にもちゃんと意味があったと気づけます。今日はその一行をありがとうの形で残してみました。今週のバレットジャーナルには100均の余った付箋で作ったアヒルを使っています。とっても簡単なアヒル。ひよことの違いを研究してみたり、予定ややることばかり書いていると手帳が少し真面目になりすぎることがあります。そんな時に小さなアヒルなどの簡単なモチーフを一つ作ってみると、ページの空気が柔らかくなって優しい気持ちになれます。
何かの役に立たなくても、作っていて楽しい、見ていてちょっと嬉しい、そんな時間が今の私には必要です。これが気持ちの切り替えになっています。余った文房具とペンだけに集中している感覚、うまく書けなくてもいい、アヒルがアヒルに見えなくてもいい、動かしていること、それ自体にリズムがあって、そのリズムが気持ちを整えてくれます。アヒルを作って少し楽しんだら、今夜思っていることをそのまま書いてみます。ジャーナリングをするとき、最初から答えを出そうとすると、かえって言葉が出てこなくなることがあります。誰かに読ませる文章じゃないので、順番がバラバラでも、途中で気持ちが変わっても大丈夫。嬉しかったことと疲れたことが同じページに並んでいてもいいです。矛盾した気持ちも途中の言葉もうまく言えないこともそのまま紙に置いていく。頭の中にあったものが外に出て空間が戻ってくる感じがします。ずっとぐるぐるしていたことが紙に出た途端に、なんだこれだけのことだったんだと軽くなる時がある。今日感じていたこと、考えていたこと、全部書き切らなくていい。浮かんだものから置いていけばいい。書いている途中で眠くなってきました。途中ですが今日はここで閉じます。眠くなった自分を優先していい。書きかけのページが残っていても大丈夫です。続きは明日でも数日後でも、また気分が戻ってきた時にゆっくり考えましょう。ぐっすり眠れた朝です。スマホを手放し、夜に少しだけやりたかったことをやってから眠ると、すっきりと起きることができました。心が昨日を追いかけていない。爽やかに一日がスタートできます。今日はバレットジャーナルにこれからの予定を書いていきますが、その前に机周りのリセットをしました。毎日使う場所だからこそ、気づかないうちに小さなほこりや紙の切れ端、ペンの跡が残っていたりします。大掛かりな掃除ではなくて、たださっと一拭き。
朝のバレットジャーナルでは、できるだけたくさん詰め込むより、まず何を大切にしたいかを決めています。何でもない一日でも、どんな順番で過ごすか、どこに楽しみを置くかで、見える景色は変わると思っています。今日が特別な一日じゃなくても、どんな一日にしようかなと考えるだけで、自分らしい一日はすでに始まっています。大きな予定がなくても、楽しみにできることは意外と近くにあるのかもしれません。手を動かして、紙の音を聞いて、目に入る色を選んでいく。それだけでぼんやりしていた一日が少しずつ自分のものになっていく気がしました。忙しさの中では見落としてしまうけど、心がふっと動く瞬間はいつもこんな小さなところにあるのかもしれません。最後はお楽しみコーナーです。もうすぐ父の日なので、今日は黄色いバラを描いていきます。使うペンはライトイエローの黄色いドットマーカー、イエローのドットマーカー、そして葉っぱとかを描くときに緑のペンがいるんですが、今回はメタリックグリーンというキラキラっとしたペンを使ってみます。こちらはパイロットさんの 0.5mm のペンです。では簡単に描いていきましょう。まずはライトイエローのドットペンで真ん中にちょん、そして周りに3つシュッシュッシュッと、このように隙間を空けて3つつなげます。そして最後外側に5つトゲトゲを描くんですが、1,2,3,4,5、このように描きます。そしてこれだけではなかなか黄色いバラに見えないので、中をイエローのこの細ペンでくるりん、ひらがなののを書くようにくるりんをして、でここ3つ書いたところはゆら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 と書いてみましょう。最後このトゲトゲのところはトゲ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 と上をこういう風になぞるだけで大丈夫です。こういうはみ出しているところもそれはそれでお花に見えるので気にしなくて大丈夫です。あと茎や葉っぱを描いていくんですが、少し細めのペンの方がいいです。このドットペンよりも細めのペンがいいです。では描いていきます。まずここをシュンシュンとこのように描いて、そこから茎をキュキュキュッと伸ばします。そして葉っぱはどこでもいいんですが、このようにバランスを見て左右に描いてみましょう。でバラなのでちょっとトゲトゲがあるとバラっぽく見えます。これで完成です。このような名刺サイズのカードに書く場合は一つメインで書いてここに文章を書いてもいいし、周りにお花だけを描いたりデザインはいろいろと楽しめます。ということで他のデザインも描いてみましょう。描くときは効率よくこの辺にお花があるといいかなというのをイメージしながら描いていきます。適当ですからね。でトゲトゲを大きく描いたり小さく描いたりして強弱をつけるのも
いいかもしれません。はい、こんな感じでここにも書きましょうか。3123445。そしたら同じようにくるん、シュラシュラと書くスピードはこんな感じで、もうなぞっているのかいないのかわからないぐらいの速さで大丈夫です。ポイントは中はゆらゆらさせて外側はトゲトゲさせる、これだけで黄色いバラになります。ここまででちょっとバラっぽく、バラの花束っぽくなってきましたよね。そしたら緑のペンで茎の方向に合わせてぴょこんを書いて、これをなんとなく一つに集めていきます。そうするとあとは空白に合わせて葉っぱをちょっと書き足してあげるだけで、全てに葉っぱを描かなくてもなんとなくここちょっと隙間があるなと思ったらぷっくりした葉っぱを出してあげればいいです。こんな感じで。で、葉っぱはあっちを向いたりこっちを向いたりしていろんな角度で描くととても可愛くなります。こんな感じです。そしてトゲトゲを描いて黄色いバラの花束っぽいものができました。バラが1本とバラの集合体ではデザインの違いで印象が変わってきますよね。ここに文字を入れてみたいと思います。文字を入れるとさらに可愛くなりました。黄色いバラだけでもカードが素敵に仕上がるので、ぜひ描いてみてください。